皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。連日猛暑が続いていますが、皆さんは体調を崩していませんか？今外に出てきたんですが、外の気温は36度もありました。遮光カーテンの間からは西日が差し、コンクリートガーデンの我が家では過酷なこの時間帯、鳥かごの寄せ植えも頑張ってくれていますが、このドラゴンズブラッドは葉がカリカリになり落ちてしまっていました。実は先週、私は軽い熱中症になってしまい、数日ダウンしていたので、皆さんも熱中症には気をつけてくださいね。この日は先日購入したドーナツ型のハンギングに寄せ植えをしようと思い出てきたんですが、日陰だと思い外に出てきたものの、この気温では外での作業はまた熱中症になりかねないので、この時間帯の外での作業はやめておくことにしました。ご近所さんからいただいた花の苗も一つを除いてしなしなに枯れてしまっていました。これもちょっと怪しいですよね。風はそこそこ吹いていても、焼けたコンクリートの上ではやはり小さな苗は耐えれなかったようです。この多肉棚の下段では暑さに弱い多肉を置いているんですが、それでも暑さに弱いミハはやはり元気のない姿に変わり果ててしまっています。そして増やしたいと思いカットしたルビーティントは元気に育っていたものの、この暑さでやはり茎が枯れてしまっていました。これは復活できるのか怪しいところです。去年お迎えしたこの白い葉の多肉ですが、夏に意外と強くて、今年の夏も元気に育っています。しかも周りの多肉が夏顔で緑になる中、白いのでよく目立っていますよね。そしてあまりにも暑いため、セダムが枯れてしまわないうちに家にあったすだれで日よけをしています。先日植え替えしたシルエットが少し焦げていました。まだ小さな苗は気がつくと暑さにやられて消えて、いつの間にかなくなってしまっていることもあるため要注意です。雨ざらしにしてしまった七福神は見事に蒸れてしまいました。というのも梅雨明けしてそろそろ遮光を始めなくちゃと思っている矢先、熱中症で体調を崩してしまったため、多肉まで気が回りませんでした。マクドガリー×ラウレンシス、横から見ると普通なんですが、実は上から見るとすでに中心部分が蒸れてしまっていました。この作業台の上では少し暑すぎたようです。カットしたランナーはもしかしたら花芽かもしれませんが、しばらくの間はどうなるか様子見ですね。ちなみにこのネオンブレーカーズは暑さにも強く、お日様が大好きでお水も大好きな多肉です。ロゼットが傾かないようにたまに鉢を回転させてあげてくださいね。このパンジーもだいぶ大きくなりましたが、梅雨の雨で
葉が黒く変色してしまっています。葉が黒くなるとだいたいその葉は枯れてしまうので、早めに取った方がいいかもしれませんね。我が家にお迎えして3度目の夏を迎えるミニベルです。ミニベルは夏に下葉がだいぶ落ちてしまいますが、それでもまた新しい葉が出てきて、ぐんぐん背が高く伸びています。そういえば梅雨の合間に植え替えしようと思っていたジャイアントブルーも結局植え替えしていないまま夏を迎えてしまいました。植え替えした時に落ちた葉で葉差ししていたパープルディライト、葉が肉厚なので作業台の上に置いていましたが、まさかの焦げ。これには驚きました。その隣で元気よく伸びているのはドルフィンネックレスです。途中水分補給のため部屋に戻ったついでに鉢植えしたアドニスをご紹介しておこうかな。今のところは順調に育っているので、引き続き部屋の中で管理したいと思います。そしてその隣は七宝樹。頭のてっぺんに可愛らしい葉が生えていますが、この葉、先ほどのドルフィンネックレスと似ていませんか？実はこの七宝樹とグリーンネックレスの交配で生まれたのがドルフィンネックレスなんです。そしてポットの横から小さな七宝樹の芽が出ていますね。これは成長がとても楽しみです。もう一つ後ろにあるポットはピンククリスタルです。これはベランダで蒸れてしまっていたものを解体して室内で管理していました。どうやら成長点は無事のようで一安心です。ついでなのでその奥のチランジアも少し見ていきます。ハリシーは相変わらず綺麗ですね。その奥のプラキカウルスも少し根が生えてきています。結局3つとも水耕栽培をすることにしました。カプトメデュンサにも小さな根が1本生えています。この時期は意外と根が出るのが早いのかもしれませんね。この後プラキカウルスを落として間違えて踏んでしまったのは内緒です。もう一つ家の中に避難させてきたのはミルクブッシュです。もともとアフリカやインドなどの乾燥地域の植物なんですが、コンクリートガーデンの我が家ではあまりにも過酷な夏の暑さで葉が焼けてしまっています。そのため部屋の中に避難させて、もう少し暑さが緩いできた頃にまた外に出したいと思っています。作業台の上に置いていた時にポイポイしていた葉ざしがたくさん育っていますね。これはこのままにして育てたいと思います。はい、水分補給も終わり、庭に戻ってきました。これは今年の5月に種をまいたモリンガです。このモリンガは地上最高の栄養価があるスーパーフードとして知られていますよね。私もそんなモリンガを育ててみたくて種をまいたんですが、今のところ順調に育ってくれています。その奥は前回の動画で植え替えしていたドドランタリスです。はい、
ということで今日の動画は寄せ植えをしようと外に出てきたんですが、あまりの暑さに外での作業を断念して多肉の様子をご紹介していきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。